こんにちは、みるみるです。前回に引き続き西と東のコンタクトの注目カードをご紹介します。今回は白赤きのカードをご紹介します。まずは白。なんといっても SR の怪盗キット。変装時1ドローと AP 達成。登場時に自分のリムーブの白レベル4以下のキャラをスリープで登場させる効果を持っています。またこのカードの正規のレベルは7ですが、変装はファイル6で行えるため実質 AP7000 のキャラが事件編で登場しうる能力です。手札を消費しがちな変装デッキに1ドローのおまけ効果はとても嬉しいところ。登場時も4のその子を登場させれば手札を強化できるので無駄のない効果となっています。非常に優秀なので白デッキを組むなら絶対3枚欲しいカードですね。またレベル6の数は2分した怪盗キットは変装時登場時ともにキャラを1体スリープさせる効果を持っています。1.5 段環境では高い採用率を誇った緑のスタートデッキのレベル6の数はをモチーフにした能力を持っており、言うまでもなく強力な効果と言えます。レベル7のイベントカードか怪盗キットはリムーブのレベル7以下の怪盗を登場させる効果を持っており、何かとデッキを自ら削る白のデッキコンセプトとマッチしていますね。先ほど紹介した SR の怪盗キットを出しても良いですし、迅速のキットもピン差しするだけでこのカードによって登場させれば良い活躍をしそうです。また SR で登場する工藤優作は宣言ターン1スリープにてセットカードを持ち主の証拠化してキャラをリムーブできる効果を持っています。ただこの効果が絆黒馬統一となっています。黒馬統一は今回2種類登場予定です。 SR のレベル8の黒馬統一は登場時のコストでレベル7以下のキャラをリムーブできる効果と、宣言ターン1で自分白キャラに1枚裏向きセットしそのキャラを AP 足すに戦する効果を持っています。もう1枚はコモンで登場予定で登場時のみ裏向きセット AP 足す戦の効果を持っています。プロ棋士で回した感想は若干使いにくいと思いました。ただし工藤優作の効果がセットカードを使う緑デッキに対しては有効に働くため、そこら辺は環境がどう回るのか注目です。トランプ銃は怪盗専用セットカードで毎自分ターンエンドに相手のキャラをスタンできる効果を持っています。やってることは派手なんですが、スタンさせても能力は無効化しないのでそこは注意が必要ですね。このトランプ銃がリムーブされても現場に怪盗がいればセットし直せる場持ちの良さは優秀です。あとはレベル2のその子の CP が登場するのならば手に入れたいところですね。続いては赤。 SR の浮安バルは自分ターン終了時このキャラがスリープスタン状態ならば AP8000 以下のキャラをリムーブできる効果と、スリーク宣言で自分のレベル7以下の赤キャラにブレッドもしくは突撃事件を与える効果を持っています。デザインとしてはこのキャラをスリープさせて自分のキャラにブレッドもしくは突撃事件を与えてターンエンド時に相手キャラをリムーブさせようという効果ですね。強力なカードであるもののスリープしてターンエンドせざるを得ないところがネックかなと思います。 R の赤い周1は相手の手札が多い場合ハンデス効果と、相手ターンリムーブ時にデッキから浮安バルを確定で手札に加える効果を持っています。赤い周1と絡めたハンデス赤デッキなんかもクロート好みでなかなか面白そうですね。レベル5のセアマスミは登場時に相手に証拠を与えることでこのキャラ以外の赤キャラに突撃事件を与えられます。赤は事件にアクションすることで効果が起動するので能動的に証拠を与える効果とこのキャラ以外ではありますが、突撃事件を与えられるのは良いカードですね。3積みしなくても良い術はありますが、とりあえず赤デッキなら3枚は持っておくと良いと思います。カットイン無効の羽田周吉と全てのキャラに手札がある限りブレッドを与えられる池周1は環境によっては光るカードかもしれません。続いては黄色のカード。 SR の古いアレイはスリークターン1で自分の現場の警察のキャラの枚数だけ相手のデッキをめくり、めくられたカードのレベルの合計以下の現場のカードを1枚リムーブできる効果を持っています。このカード自体が警察なので1枚は確実にめくることができますが、効果の角度を上げるならば警察のキャラがもう1体あるべきでしょう。警察が入っているデッキは黄色以外に緑がありますので、今回大幅な強化をもらった緑木のデッキで使うのも良いかと思います。長野県警組3枚はそれぞれをサポートし合うデザインになっているので出張パーツ的に確保しておくと良いかもしれませんね。レベル5のイベントカードアムロの愛車はレベル6以上のキャラにセットするとレベル6以下のキャラを1枚リムーブでき、さらにセットされていたこのカードがリムーブされたらリムーブのレベル5以下の警察キャラを手札に加えるおまけの効果を持っています。アムロの愛車ではありますが、現段階ではアムロ通るよりも長野県警の方が相性が良い気がしますね。カードプールが増えたら注目される可能性のあるカードかと思います。最終的な評価ですが、緑と白の強化が著しいと感じます。
これはテーマデッキの流れを踏まえれば当然といえば当然ですね。青は毛利探偵事務所デッキが構築できるようになったのと、少年探偵団デッキが強化されたという印象ですね。赤は世良真澄の登場が良い強化だと思います。黄色はその他の4色を見るとちょっと物足りない感じがしますね。さて、チャレンジ戦も始まる第2弾環境を楽しみましょう。次回は黒のカードとシークレットカードの紹介をするかもしれません。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。